こんにちは、カズマです。動画をご覧いただきありがとうございます。5月29日木曜日、時刻は昼の2時を回りました。今僕は市内のとある公園に来ています。ご覧の通り、もう非常に緑あふれる豊かな景色。なんといってもね、このウグイスとか他の野鳥のさえずり、もうこれを聞いてるだけで癒されますね。小さな幸せをかみしめること、そのことについて再認識させられた今日この頃です。久しぶりにこうやって動画を撮るんですけれども、なんだかちょっとぎこちないっていうか、少し緊張しますね。今日は何の話をしようか考えていたんですが、テーマはありません。タイトルなし、オチなし、結論なし、もう終始自由気ままに延々と喋り続けるっていうだけの動画となります。なんていうかね、本当だったらもうちょっとテーマを決めて話す範囲を絞って、で特定のこういう人たちに何かを届けたいとか、ある程度範囲を絞ってやった方が YouTube 的にも多少うまくいくんじゃないかなとか、そういう風にした方がより再生回数とか、チャンネル自体がより拡大しやすくなるんじゃないかなって思っていたんだけれど、どうもね、そうやってビジネスライクな感じでやっていたりとか、クソ真面目なものがね、僕あんま好きじゃないんですよ。堅苦しいっていうか、ちょっとなんだか息苦しいというかね、それこそ日本のテレビ番組とやってること一緒やんと思って、なんかそういうのできればあんまりやりたくないんですよ。なんといってもこれ僕個人のチャンネルですので、個人発信をする以上はもう少し自由気ままにやってもいいんじゃないかなって思ったんですよ。だって人というのは飽きる生き物ですし、そういう飽き性な人も必ずいると思うんですよ。僕自身がもう生粋の飽き性なんですけどね。でも新しいことをどんどんチャレンジしていきたいっていうか、もっと違う世界を見てみたいっていうような、そんな心境でもあるんですよ。そんな感じでね、今日はもう特にもうテーマを決めない、オチなし、もう結論なし、もうどのタイミングで話が終わるかわからないっていうような、もうそういう感じで延々と喋り続けるだけの動画となりますので、ながら聞きでもいいですし、そういう考え、そういう意見もあるんだなぐらいの気持ちで留めていただけると幸いです。それではよろしくお願いします。なんか久しぶりに動画を撮るんで、なんだか緊張しますね。実はですね、先日1本の動画を撮ったんですよ。 Vlog 形式で動画を1本上げたんですが、それ非公開にしたんですよ。でなんでかっていうと、実際に撮影して編集してアップロードした後、なんか違うなと思って、それでやめたんですよね。別に不満があるわけじゃないんですけれど、住み慣れた街ですし、今日もこうしてね、もう天気に恵まれてるというか、涼しいんですよねここ。ただね、地元で撮影する動画を見返した時に、なんかあまりにももう短すぎて、もう近所で目にするものに対してね、なんだか新鮮味が湧いてこないっていうか、そんな感じで、他の地域に住んでる人からしたら珍しいって思うかもしれませんが、個人的にはなんだか、さっきも言ったように新鮮味がなさすぎて、正直その様子を撮っている自分が楽しくないんですよね。だからそういうのもあって、で先日公開した Vlog を消しました。消したっていうか非公開にしてるんですけどね、なんか違うなと思って、もうそれで、やめました。でもし Vlog を撮るとなったとしたら、その Vlog っていう名の動画日記を撮るとしたら、そうですね、その際はもう日本全国の今住んでる場所以外のところで、撮りたいですし、それこそ海外で自分の知らないものを見てみたいっていうか、なんか知らないものを知りに行く、もっと地球上あらゆる場所の景色を見てみたいし、でその地に住む人々との交流であったり、でその地にあるその文化や景色で、ありとあらゆるリアリティあふれるもの、そういうものをね、撮り続けていきたいんですよ。せっかくこうして一眼カメラを持っているわけだし、でこうやってワイヤレスマイクを持っているわけだし、もう少し続けてみようかなって内心そんな風に思えてきたんですよ。せっかくこうして始めてるわけだし、
だって高いお金払ってこうしてカメラを買ったわけだから、これを使ってもっと個人発信、このセルフメディアっていうものを徐々に広げていきたいんですよね。今まで自分が見てきたものやそれまで経験してきたものを駆使して、で一人でも多くの方にとって何らかのその些細なきっかけ、何か背中を押せるようなそういう小さなきっかけを与えれるように、そういうものを発信していきたいんですよ。でも具体的にどの年齢層のどういう人たちに対して送り届けたいのか、そういうものを考えた時に具体的には定まってないんですよね。自分自身が本当は一体何がやりたいんだろうとか、これから先どういう方向へ進んでいきたいのかなって、もうぼんやりと考えてて、もうずっとなんか同じことをもうその延々とこうぐる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 回ったりして、そうやって反数思考っていうんですか、もうなんだかね、その行ったり来たり、その同じところをこうずっと回りながら、もう全然もう終わることないような、そういうエンドレスな感じで答えが見えないままもうずっとうずくまっていたりして、そうね、全然うまくいかなかったんですよ。こうして YouTube を続けていく上でもやっぱりジャンルを絞らないとあかんなと思って、その YouTube のアルゴリズム的なのもそうですし、なんだかうまくいかないなと思って、別にね今住んでる場所のことをメインに発信していきたいっていうつもりは特になく、でかといってそんなカメラ系の YouTube とかそういうのも全くやりたいとも思ってないし、でそこまでしてたくさんの電化製品、たくさんのカメラを買いたいかって言われると全然そんなことないんですよね。なんでかっていうと、一度買ったとしてもそれを置く場所がないんですよ。あとはたくさん持ったとしてもいっぺんに持っていける荷物の量って限りがあるわけですし、でそれこそ国内旅や海外旅をするってやったとして一度に持っていける機材っていうのにはどうしてもね限りがあるんですよ。物が増えれば増えるほど重量が増していって、でそれに伴ってフットワークが下がるっていう言い方もちょっとおかしいんですけどね、フットワークを軽くしてもっと軽快に動き回れるようにしたいっていうのを考えると、たくさんの機材を持つべきではないなって内心そんな風に思ったんですよ。なんだかね、正直やってる自分があんま面白くないというか、あれ何の話したんだっけ。こうして雑談形式で話をするってやった際、話の内容がもうあっち行ったりこっち行ったり、なんか途中切り替わったりすることがあるんですよ。でも冷静に考えたらそんなもんじゃないですか。だって家族と話をする時だったり、地元の友人とか会社の同僚とか、もしくはそれ以外に親しい人と話をするってなった時、もうランダムに話題が変わることってあるじゃないですか。話の流れでその文脈に沿って、で A の話が B に変わったり、 B の話から C に変わって、で C から D、E の話からEFGH とかそういう感じでもうどんどんこう枝分かれしていって、話がどんどんスライドしていくと思うんですよね。であとは何らかの気づきで、そうだ思い出したっていう感じで、本来話したい話題が突発的に出てきたりして、そこからまた会話の内容が変わったりなど、もうそれぐらいランダムに変わることってあると思うんですよ。それが人間らしさがあって、すごくいいなと思うんですよね。なんだかね、そんな1から10まで丁寧にやらないといけないとか、必ずオチをつけないといけないとか、完璧に、こなさないといけないとか、なんかそういうね、日本ならではの完璧思考というか、そういった風潮が今も根強いと思うんですけれど、僕それはもうやめた方がいいと思うんですよね。完璧なものを追い求めれば追い求めるほど、もしくはこだわればこだわり続けるほど、もう視野が狭くなって、で身動きが取れなくなって、で少しでも良くない部分だったり、なんだか、ちょっと完成度が低いなというふうに感じたりすると、もうその時点でそこから先へ進めなくなるんですよね。もうぶっちゃけ平均点どころがもう 1% や 2%、もう5点10点でもいいから、多少なりともプラスになれば俺それでいいと思ってるんですよね。もう少しずつ進み続けること、一歩でも前に足を運んでみること、足を運ぶっていうか足を踏み入れるっていう感じですね。
それぐらいもう徐々に近づいていって、で一個ずつ手を動かして、でその中で気づいたことだったり、次回はこういうふうにやってみようかなとか、でさらなる可能性がね、出てくるわけですよ。もう完璧なものは求めない、もう完璧思考を捨てる、もうそれがすごく大切なんじゃないかなと思うんですよ。もうこれについては過去の動画でも何度か話したことはあるんですが、別に失敗したっていいと思うんですよね。そんななんか、多少つまずいたりちょっとミスしたなっていうぐらいだったら別にいいと思うんですよ。例えばそれをやったからといって命が奪われるわけじゃないし、自分の財産がもう1円たりとも残らず全部失われるっていうようなことでもないし、そこは別に気にしなくてもいいと思うんですよね。だから僕だってこうして何もわからないまま、その編集ソフトの使い方もわかんないままいきなり、Vlog という名の動画日記を撮り始めて、でそこから失敗と、試行錯誤、トライアンドエラーを繰り返していく中で、こういう風に撮ればいいんだとか、こういう風に編集してこういう風に見せればいいんだとか、そういうね、いろんな気づきがあって学ぶことがあって、たとえ誰にどう思われようとも個人的にはこうして YouTube をやってよかったなって、今ならそこは自信持って言えます。だってこうしてカメラを買うことだったり、こうしてワイヤレスマイクを使い始めるようになったこともそうですし、何よりもこうして周囲の景色をこう交えながら今考えていること、その現在の心境だったり、今僕自身の近況とか、そういうリアルさあふれるものとか、そういうの全部ひっくるめてこうしてありのまま話すことができる、そういう機会を設けることができる、それにすごい魅力を感じてるんですよね。もっと自分らしさを前面に出していきたいっていうか、そんな感じで、だからそれをもっとやりやすくするための一つのツールとして、割とねこの YouTube はね気に入ってるんですよ。もちろんねいろんな人がいるわけですし、いろんな考え、いろんな価値観がありますので、当然ねなんだかそれを快く思わない人、それをなんかよく思わない人も当然いると思います。ですがそれとは別に、自分のことを応援してくれる人だったり、自分のことに、気にかけてくれる人や、興味を持ってくれる人が1人2人3人4人、そこから徐々に増えていって、でそうすることでね、今後こうして個人発信を続けるためのモチベーションへとつながっていくんですよ。もうそれがねやっぱりね細々と続けてきてよかったなって今なんとなくそんな風に思いましたっていうだけの話ですね。でしかももう人生あっという間じゃないですか。で時間が経つのもあっという間ですし、だってもう1年半分ですよ。もう半分に達したんですよ。もう5月もそろそろ終わるわけですし、でもうそろそろで6月に入るじゃないですか。で7月とか8月になれば真夏の時期、めちゃめちゃ暑い時期がまた来るわけですし、いやーちょっと去年の夏はもうめっちゃ暑かったな。そんな感じでもう本当に今この瞬間のもうダイレクトに話したいことをもう延々と話す。そう話すことによって今考えていることを表に、出せる、そうやってアウトプットする習慣を設けることによってそう気持ちがすっきりするんですよ。いやずっとね無言で誰とも話さないような時間が延々と続く。ちょっと待って、これ虫がちょっとこの時期ねだんだんとハエとかその蚊じゃないけれど小さい虫がね来るんでちょっとごめんなさい。それはそんな感じでやっぱりこうして、今考えてることを動画でもいいし、あとはポッドキャストみたいに音声のみで、話をする。そうやって、自分の今考えてることや今関心のある話題であったり、何か重要な話をしたいとか、今後こういうビジネスをやりますとか、こういうことをスタートしますみたいな感じで、なんかそういうのも全部ひっくるめて、今自分自身がこの瞬間本気で話したいことをもうひたすらもう延々と話す。それだけでももう十分価値があると思うんですよね。だって別にそんなテレビ番組みたいに発言の制約があるわけじゃないし、こういう形式で、報道しないといけないとか、なんかそういう決まりってないんですよ。スポンサーの意向だったりディレクターやそのプロデューサーの意向で仕方なくこういう話をしていかないといけないとか、そういうねしがらみというか制限があると思うんですが、個人発信の場合は特にそういった
細かい決まりはないんでね、さすがにちょっと誹謗中傷とか特定の個人に対する攻撃だったり、そういうのはやっちゃいけないんですけれども、いずれにせよ法に触れない範囲でやっていけば問題ないんじゃないかなっていうふうに僕はそう思いますっていう感じですね。であとは最後に何の話をしようか考えていたんですけれど、もうちょっとだけ話をしてみたいんですよね。そうだなもう一回ね、その今年中にまた去年と同じような海外旅を始めたいんですよね。といっても別に世界一周がしたいっていうわけでもなく、短期間の間で、何十カ国も一気に回りたいとかそういう気はないんですよね。一つの国で一つの地域で長く暮らしてみたいというか、長く暮らすっていうか、せいぜい10日か2週間ぐらいねちょっと滞在してみたいんですよ。ただ観光地を回ってただ移動してただ有名なところへ行って、で他の人たちと同じようにこういうねなんか自撮りとかなんかして他人軸な趣で注目を集めようとするようなそういう旅の仕方はね、そういう従来の旅行っていうのがあんま好きじゃないんですよね。そうだね。なんだかガイドブックに載ってるような観光スポットに対して全ての場所がっていうわけじゃないけれど、なんだかね興味がなくなっちゃって、で実際に行ってみたけど期待を上回らなかったっていうパターンが何度かありまして、そうね、例えば台湾の首都台北だっけか、そう台北の街並みだったり、あとはなんか大きい高層タワーがあるんですよね。で全体をこう見下ろせる場所があるんですけれども、展望台だよねみたいな感じであんまり感動しなかったんですよ。でそれ以外にもオーストラリアのシドニーにあるオペラハウスへ行ったこともあったけれど、で実際近くまで行ってで見てみたところのって感じで、そんなね写真で見た以上の期待をあんま予想よりも超えないっていうパターンが何度かありましてね。フランスのパリへ行った時も思った以上にあんま感動しなかったというか、それはねちょっと好みの問題ですし、どういうところに魅力を感じるかは人それぞれなんで、決してどっちが良くてどっちが悪いかっていう話は一切するつもりはないです。ただ自分のその好みだったり自分のその趣味思考というかその感性においてはなんかそれらのものに対して興味がなくなった。でそれよりももうなんていうかね、あまり期待を寄せていなかったような場所だったり、その地方都市やもしくはあまりそのガイドブックにも載っていないその地に住む人が気に入っている場所を見つける過程が好きなんかな。実際に会って話を聞いて、でその人たちが気に入っている場所やおすすめの場所を探す、そういうプロセスを通じてで自分自身が一生懸命体力を駆使してで足を運んで苦労してでたどり着いた先に見える景色っていうのがすごく感動するものがあって、そういうのが好きなんですよね。その時の旅を振り返れば泥臭い感じというかサバイバルな感じで進んではいたんですけれども、そういう旅をしていた時の方が印象に残るものはありますし、でその途中で出会った人々との交流だったりその時間がめちゃめちゃ楽しかった。でそういう経験もあって、でただお金を払ってただ公共の交通機関に乗ってでただ有名なスポット、そのキラキラした観光スポットへ行ったとしても全然感動しないんですよね。なんだかもう興味がなくなった、一言で言えば。もう京都の清水寺へ行った時もそこまで感動はしなかったですし、あとはそうね、ディズニーランドもそうですし USJ とかそういうテーマパークもそうですけれど、ちょっと僕はねそういう場所があんま好きじゃなくて、人混みが多すぎてなんだか落ち着かないんですよね。わざわざお金払ってものすごい長蛇の列で、時間かけて並んだところのこんなもんかみたいな、なるほどね、大体こういうもんか、さあ帰ろうみたいな、もうそんな感じで終わるパターンがね何度かありまして、せっかくその時間作ってでお金を
払っていざその場所へ行ってみたところのそんなに感動しないことが何度かありましてね。で逆にそのお金をかけずになるべく低コストな状態でサバイバルな旅をしていた時の方が満足度が高かったというか、まあなんだろう、その小さな幸せをかみしめることのできる瞬間がいくつかありましてっていう感じでね、その当時の旅の記録だったり、その時その瞬間の僕自身の心境というか、その時感じたものやそういった感想については YouTube 以外にノートでまとめているんで、もし興味のある方がいましたら概要欄にリンクを貼っておきますんで、ぜひそちらも覗いてみていただけると嬉しいですっていう感じで、今時間何時だろう、ちょっと待って、2時40分か。というわけで一通り話し終えて、で今現時点で自分が純粋に話したいことをもうただ延々と話すことができたわけですので、多少なりとも気持ちがすっきりしました。やはりこうやって話をする習慣っていうのはあった方がいいですよね。誰とも話さないまま日々の生活を送るよりは別に誰とでもいいですよ。誰かと話すのでもいいし、こうして、カメラに向かって話すのもいいし、もしくは携帯で、こうやって音声を録音してそれをポッドキャストに、アップロードする。ポッドキャストだったら、例えば Spotify や、Apple Music とか、そういう感じでさまざまなプラットフォームがあるわけなんですけれども、その中で、ご自身が実際にやってみて、こっちの方が使いやすいなとか、これをもっと今後も地道にやっていこうかな、もうちょっと続けてみたいなっていうふうに思えるような、そういうコンテンツがありましたら、それを続けていけばいいんですよ。自分自身が純粋にやってて楽しい、何かやってて居心地がいいなっていうものがありましたら、もう自分の心に従ってそのままもう進んでいけばいいんですよ。でやってれば次第に何か見えてきますよ。もうずっとこうやってうずくまっているよりかは、ある程度行動していった方がそこから先への道がつながるかもしれません。こんなね方向性が定まっていない、なんか地に足がついてないようなこんな僕みたいな人間がね、何を言ってるんだろうって思うかもしれないけどさ、別にね俺生きてればさ、人生いろいろあるわけですし、それはね良くないことも大なり小なりあるけれど、でもそういうね良くないことや悪いことが起きたその後には必ずいいことがありますんで、それが人生ってもんですよ。なのでその人生におけるもういろんな出来事があるかもしれませんが、もうひたすらねめげずにもう行動し続けていって、その中で、出会った人たちとねいろいろ話をしてさまざまなその考え、世界観に触れて、そこから先のその自分の人生におけるその新たな道のりが見えてくるかもしれないから、まずはそうやってね、自分のできる範囲でやってみてはいかがでしょうか。そんな感じで、特に何の結論もなく何のオチがなく、一体自分は何の話をしてるんだろうなってさっきから、ちょっとね、ぼんやりと考えてはいたんですけれども、それが人間ってもんじゃないですか。この世に完璧な人間ってのは存在しないんで、もっと自分のそうやりたいようにもう本気で、自分の心の声に従ってひたすら進みたい方へ、進んでいけばいいと思います。というわけで、そろそろ時間ですので、今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。てかさっきからちょっとこの小バエが鬱陶しいんですよね。なんか顔の周りに来るっていうか、いやどんどん虫が増えてきますね。そろそろ、引き上げようっていうわけで、今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。もし今回の動画がいいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。